会社の組織構造として、このようなピラミッド型になっていることが多いと思います。このような場合、一般的に言う上司と部下の関係ができます。この動画では、上司と部下の関係や役割について改めて考えてみます。まず前提として、会社の役割を考えた後に、上司と部下の関係、上司の役割、部下の役割と順に考えていきたいと思います。なお、本動画の内容は個人的な考えが入っており、業界、会社によっては考え方が大きく異なる可能性があることをご了承ください。早速ですが、まず会社の役割について説明します。製造業を念頭に置いての話となりますが、会社の役割は、創造、製作、販売のサイクルを素早く回すことで、社会に対する付加価値を作り出すことです。創造とは、例えば新しい製品の設計や開発。製作とは、制作加工などでのものづくり。販売とは、営業部門による顧客対応などを意味しています。創造、製作、販売を通して顧客満足を生み出し、社会に対する付加価値を作り出すことが会社の存在意義となります。サイクル1回あたりに生み出される付加価値が小さい、もしくはサイクルが回る速度が遅い場合、生み出される付加価値の合計は小さくなってしまいます。逆に、サイクル1回あたりに生み出される付加価値が大きい、またはサイクルが回る速度が速いと、生み出される付加価値の合計は大きくなります。よって、いかに1個あたりの付加価値が大きい製品を作れるか、またはいかに素早く創造、製作、販売のサイクルを回すかというものがとても重要なことになります。次に、上司と部下の関係について説明します。会社の役割は、創造、製作、販売のサイクルを素早く回すことで、社会に対する付加価値を作り出すことでした。例えば、創造のところでは、設計部門、製作のところでは製造部門、販売のところでは営業部門が当てはまります。それぞれの部署には複数人の社員がおり、それぞれ上司と部下がいることも多いと思います。ここでは上司と部下を三角形のイメージで表していますが、詳細はこの後説明します。上司と部下の関係につきまして、上司は抽象的な目標を立てることが多く、部下は具体的な行動をすることが多いです。例えば、社長が車を作ろうというと、部下はボディ、シャーシ、エンジンなど、車の構成部品について具体的なことを考えて行動に移していきます。上から下に行くにつれて、具体的になるにつれ、情報量が多くなっていきます。情報量が多くなることを示すために、ここでは三角形を用いています。上司と部下には、それぞれ仕事の担当範囲があります。上司の担当範囲は比較的抽象的です。一方、部下の担当範囲は具体的な部分が多くなります。上司の担当分野と部下の担当分野が重なったところでコミュニケーションが発生します。ここで注意点として、上司の三角形と部下の三角形の重なりがないと、情報が断絶された形になります。断絶具合によりますが、聞いていない、聞いたかもしれないが理解できていないなどのコミュニケーションミスが発生します。一方、上司の三角形と部下の三角形の重なりが大きすぎると、干渉しすぎ、マイクロマネジメントとなってしまいます。こうなると、部下が自分で考えない、部下のモチベーションを下げてしまうといった問題が発生する可能性があります。上司は部下のスキル、技術レベルなどを見極め、抽象的すぎず、具体的すぎず、ちょうど良いレベルの課題を与えることが求められます。
例えば製造業にて部下に対して工場の生産性を上げるにはどうすればいいと思うと抽象的な論点レベルで考えてもらうことも一つですし、部署間の情報連携を改善することで工場の生産性は上がると思うと仮説レベルで課題を出すことも一つですし、新人に対しては顧客からの内示情報はどれくらいの頻度で工場に伝えられているか調べてみてとタスクレベルで仕事を割り振ることも一つの方法です。大事なのは部下の力量に合わせて論点レベルなのか仮説レベルなのかタスクレベルなのか、どれぐらいの抽象度または具体性を持った仕事の与え方をするのかということになります。次に上司の役割について見ていきます。上司の役割として、ここでは大きく2つ挙げさせていただきます。まず1つ目として、部下の能力を上げ、部下にはより抽象的なレベルの仕事を任せられるようにすること。2つ目としては、自ら新しいことにチャレンジし、自身の能力を上げることです。役職が上がるにつれ、自分で問題を設定する能力が求められます。誰かから言われて動くのではなく、自ら何がそもそもの問題なのかを考え、部下や周囲を巻き込みながら問題解決に当たっていくことが自身の大きな成長につながります。部下に仕事を任したら自分のやることがなくなってしまうと思っている方は、もしかしたら新しいことへのチャレンジが不足しているのかもしれません。部下に仕事を任せることで空いた時間を使って新しい取り組みにチャレンジすることが変化が激しいこの時代には特に重要となります。また、部下の育成では上司が部下にやり方を指導するティーチング、部下の能力を引き出すコーチング、都度適切なアドバイスを行うフィードバックの3つをうまく使いこなすことが重要です。上司の方では部下に任せるより自分でやった方が早いと思ってなかなか部下に仕事を任せず、自ら抱え込んでしまうという方もいらっしゃると思いますが、それではいつまで経っても部下は成長しません。仕事を部下に任す勇気を持つことが重要です。また、任す際にも単に丸投げするのではなくって、仕組み化した上で無理のないように少しずつ任していくことができると理想です。上司には仕組み作りの能力も求められます。今まではあくまで同じ部署内のことを前提にした話でしたが、他部署との連携をうまくこなすことも上司の役割です。最初に説明したように、会社の役割は創造、製作、販売のサイクルを素早く回し、新たな付加価値を作り出すことです。この付加価値創造サイクルがどこかで詰まってしまうということが会社ではあります。よくあるのが、部署間の情報共有の仕方に問題があり、部署間のつなぎ目の部分がボトルネックとなるケースです。全体のサイクルのどこに問題があるのかを特定し、解決に向かうことも上司に求められる役割です。ここで注意点として、上司の方の部下に対する姿勢が挙げられます。部下は上司の言うことは絶対に従わなければならないんだといったような、部下が上司の指示に従う関係性を当たり前と思っていると、部下が指示待ち人間になったり、必要以上に高圧的な態度となってしまい、パワハラなどで訴えられるリスクもあります。上司、部下というのはあくまで仕事上の役割分担の話であり、上司の方が人間的に偉いわけではありません。どちらが上とか下とかではなく、部下は上司の指示を具体化するのが仕事というふうに、上司と部下は対等な関係なんだと考えると、私の場合、すっきりします。上の役職になればなるほど、技術的な面だけでなく、人間的な成長も求められます。ここでは、私たちの意識を広げていくという話をします。極端な例ですが、常に周りの人をライバル視したり、敵対視しているような人は、いくら個人的な能力が高かったとしても、
なかなか出世はしないでしょう。このような人は自分が可愛いあまり自意識過剰になっていたり、プライドが高すぎる可能性があります。私とあなたという関係性は相手と築けるのですが、私とあなたで合わせて私たちといった意識が持ちづらいこともあるかもしれません。このような極端な例ではないにしても、私とあなたという関係性が強いと、同じ職場内であっても、相手が自分の意に沿わない行動をしたりすると、時に敵対心が生まれてしまいます。これを私たちの意識の段階1とします。段階2では、比較的同じ価値観を持った人との間では、私たちの意識が保てるのですが、自分と価値観が異なったり、自分が所属するグループの外の人には、時に敵対心が生まれてしまうことがあります。段階3では、自分に関わる人みんなが私たちの範疇です。この段階になると、皆が自分と一体化しており、感情的なトラブルは起こりにくくなります。常に段階3でいることは非常に困難ですが、少しでも長い時間を段階3で過ごせるように意識することが、上職者にはなればなるほど求められることとなります。上司の方は大きく2種類の能力を伸ばしていくことが求められます。一つは技術的な能力で、新人の間は個人の PDCA を回すことで精一杯かもしれませんが、役職が上がっていくにつれて、組織の PDCA も回せるようになることが求められます。一方、人との関わり合いの能力も重要です。新人のうちは、一人でできることも限られ、周りに教えてもらいながら協調性を持って働くことが大事ですが、役職が上がっていくにつれて、それだけでは足らず、自分はこうしたいと周囲を巻き込みながら新しいことにチャレンジするような主体性や、後輩や部下の育成といったことも求められてきます。どちらかというと、個人的なスキルなどの技術的な能力は評価されやすい一方、人との関わり合いの能力は比較的軽視されがちなこともあるかと思いますが、両方の能力を伸ばすことが重要となります。部長以上の役職の方は、特に組織の方向性を示すリーダーシップも求められます。例えば、個人的な技術的能力は高くても、対人能力が低いと、能力の四角形は図のようになります。このようなタイプに当てはまると、個人的な技能は高くても、周囲と協力することが困難で、結局大きな仕事に取り組むことができない。自分では頑張っているつもりでも、周りに認められずに空回りをしてしまう、といったことになってしまう可能性があります。一方、対人能力は高くても、技術的な能力が低いと、能力の四角形は図のようになります。このタイプに当てはまると、例えば、自ら論理的に物事を考えて推進することができず、結局誰かの言われるがままにしか動けない。また、目の前の業務に追われ、長期的な視点で物事を考えられなく、いつもその場しのぎの対応をしてしまう、といったことになってしまう可能性があります。部下に対する際に人間の二面性を理解することも重要です。人間には誰しも良い面と悪い面があります。良い面悪い面があるというか、ある特徴がある時には良い方に働いて長所に見え、ある時には悪い方に働いて短所に見えてしまうということがあると思います。例えば通常時には目指すべき目標に向かうことに意識が強い人がいるとします。このような人は自ら目標を掲げ、目標達成に向けて突き進むことができます。不確かな環境、条件の下でも決断して前に進むことができ、大変心強い存在です。しかし、ストレスがかかった時には、他者を操縦して問題を起こすといった可能性があります。高圧的になり、相手に対してマウントを取る。人の手柄を横取りしたり、人を蹴落としたりして上に行こうとする。完璧主義が過ぎる。
といったことが散見される可能性があります。次の例として、通常時はより良い人間関係を築くことに意識が強い人は、通常時では思いやりがあり、周りと協調性を持って仕事に当たることができます。部下や同僚など、周囲の人を育成することが好きで、チーム思考が強く、周囲の人をうまく巻き込むことができます。しかし、ストレスがかかった時には、他者に依存して問題を起こすことがあります。他者からの承認欲求が強く、かまってちゃんになったり、褒められようとするがあまり、周囲のことが見なくなったり、権限を放棄し、自分のせいではないと関与を否定するといったことが散見される可能性があります。次の例として、通常時はあるべき姿を目指すことに意識が強い人は、他者との衝突にも平然とし、冷静に対処することができます。バランスの取れた考え方で、高い道徳、倫理性を求め、悪いことも隠さず、何事にも誠実に対応することができます。しかし、ストレスがかかったときは、自己防衛をして問題を起こす可能性があります。相手との距離をとってそもそも関わらないようにしたり、自分の意に沿わない相手に対し批判的で嫌味になったり、自分は正しいと優越的になり自己中心的になることがあります。また、忘れたふりやサボったりしてごまかそうとする可能性もあります。ここでは3つの性格の例を見てきましたが、誰もが多くのストレスがかかると何らかの問題を引き起こす可能性があります。個人ごとのストレス許容度、ストレスの敷地を把握することも上司にとっては大事なこととなります。上司の役割に関する最後のお話として、部下と対応する際の心構えについてお話しします。上司の方は日々、いろんなことを部下の方に指示することも多いと思います。ここで4つの区分で物事を考えてみます。自分が指示して相手がやっていること、自分が指示したけど相手がやっていないこと、自分が指示していないけど相手がやっていること、自分が指示していなく相手もやっていないことの4つに分けて考えてみます。部下は上司の指示に従うべきだという考えのもとでは、自分が指示したのに相手がやっていないことに目が行きがちで、なんでやらないんだと腹立たしく思うことも多いでしょう。また、自分が指示した通りに相手がやっていると、言われたことなんだからやるのは当たり前と思うことが多いと思います。しかし、部下の人にとっては、このような上司の下で働くのは、決して働きやすいとは言えないかもしれません。このような状況を打開する方法の一つとして、上司の方のマインドセット、心構えを見直すことが挙げられます。人間は誰しも自分が直接見えていることに重きを置いて判断しがちだと思います。今までのお話では、上司の方があくまで自分が指示したという範囲内でのお話でした。これは4つに分けた区分のうちの2つだけです。そもそも自分が指示した範囲しか見えていないという可能性はないでしょうか。ここで新たに自分が指示していないのに相手がやってくれていることに目を向けてみましょう。ここの領域は何も言わなくてもやってくれていること、自分は気づいていないけど実は普段から助けてもらっていることなどが入ります。定例的な業務をこの人がやってくれているから自分は新しいことにチャレンジする余裕がある。日々の調整をこの人がやってくれているから自分は仕組み作りに専念することができる。など、この領域を意識できるようになると自然と相手に対して感謝の念が思い上がってこないでしょうか。この領域を十分認識できるようになると、自分が指示して相手がやっていることも、やって当たり前でなく、やってくれてありがとう。自分が指示したけど相手がやっていないことは、なんでやらないんだではなく、どうすればやりやすくなるだろう。
と相手に寄り添った考え方がしやすくなると思います。このように部下と対応する際の心構えとしては、自分が言わずともやってくれていることに目を向けることで、自分勝手な考え方から相手を思いやる考え方に変化しやすくなると思います。最後に部下の役割について説明します。部下の役割を一言で言うと、自身の能力を上げ、より抽象的なレベルの仕事を任されるようになることと言えます。新人で何もわからないときは、まずは先輩に言われたことを素直に受け入れて経験値を増やしましょう。経験が少ない中で頭でっかちにいくら考えても、そこから出てくるアウトプットの付加価値は少ないことが多いです。ある程度仕事に慣れてきたら、自分なりの意見を持って主体的に行動しましょう。いつまでも誰かに言われたままに仕事をしていても成長には限りがありますし、何より面白くありません。そして時には仕事のそもそもの目的を考えましょう。昔からこうやっているからだけでは世の中に遅れていってしまいます。そもそもの目的を考えるためには、自分の担当業務だけでなく、後工程や前工程のことも理解する必要があります。会社全体の中での自分の立ち位置が理解できると、業務改善の案がいろいろと浮かんでくるようになると思います。ご参考として、新人から一人前、係長レベルまでの力量の目安を挙げておきます。言ってもわからない人は困った新人レベル。言われたらわかる人は普通の新人レベル。言われなくてもわかる人はできる新人レベル。言われなくてもやる人は一人前レベル。やるべきことを自ら考えている人は一人前係長レベルとなります。仕事を進めていくときの考え方として、変数と定数の見極めというお話をします。数学の話のアナロジーで話を進めます。今、数学の式で、例えば z イコール 3x 次乗足す 2y 足す1といったものがあるとします。この時、x と y は変数、3、2、1は定数です。変数は何かしらの数字を代入するものであり、自分で変更できるもの。一方、定数は定められた数字で勝手に変更できないものです。この式で z の値を大きくするためには、x や y の値を大きくすることが重要です。いくら3や2といった定数を変えようと考えてみたところで変えることはできません。問題解決の際も、まず何が自分の努力で変更できること、つまり変数で、何が変更できないこと、つまり定数なのかを理解することが大事となります。でないと、ずっと定数を変えようとしており、時間と労力を無駄に費やしたなどの結果となってしまいます。また、今まで注目していた変数よりも新しい変数に注力した方が効果が高いということもあり得ます。例えば、この式では y を増やすより x を増やした方が z が大きくなりやすいです。注意点として考え方が保守的すぎると、本当は変数なのに定数と思い込んでしまう可能性もあります。過去の成功体験、失敗したくない心、自己防衛心などにとらわれ、必要以上にこれは自分では変えられない、どうしようもないことなんだと思わないことが重要です。同じ変数でも変えやすいものと変えにくいものがあると思います。仕事に慣れてきたら変更する変数を徐々に増やしていきましょう。変数と定数の考え方を実際の仕事に当てはめてみましょう。例えば NC 旋盤の生産性を上げたいとします。まず変数と定数の区分けを行います。ここでは回転数や起こり速度などの加工条件、使用する刃物、加工プログラム、使用するジグを変数、使用する機械、使用環境、
加工材料、加工図面、品質基準を定数とまず定めました。次に注力して改善する変数の決定を行います。例えば、費用対効果で考えたら、加工プログラムの改善から取り組むべきと考え、改善に取り組むとします。次に、使用する刃物やジグなど、費用対効果を見ながら、他の変数も改善できないか、余力を見ながら取り組んでいきます。ここまででもうまくいけば一定の効果が見込めますが、ここまでの方法でうまくいかなかったり、より大きな効果を目指したりする際には、一度取り決めた定数は本当に定数なのか考えてみます。例えば、加工図面を一部設計変更しても最終的な製品の品質には問題ないかもしれません。無駄な加工をなくすことで加工時間を大きく減らせる可能性があります。また、設備自体を複合加工機に入れ替えることで、最初は資金負担が大きいですが、半年後には差し引きプラスの効果が出てくるといったこともあるかもしれません。自分にはそんなことまでわからないし、そこまで決める権限はないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、逆に言うと、普段からそのようなことまで考えて仕事をしている人は、会社から評価されやすい人であるということも言えます。さて、この動画では上司と部下についての話を中心に、会社の役割、上司と部下の関係、上司の役割、部下の役割と順番に見てきました。誰かしら部下や後輩を持っておられる方も多いと思い、上司の役割について特に多くを割いて説明させていただきました。技術的な指導はもちろん、指導の際の心構えや考え方も非常に重要となります。良い上司になるのは一筋縄ではいかず、努力を要するものだと思いますが、仕事を通じて人間的に成長できると、プライベートも含めた人生全体をより充実したものにできるのではないかと思います。冒頭にも申しましたが、会社ごとに様々な考えがあるため、今回お伝えさせていただいた内容は、必ずしも一般的な内容ではないかもしれません。ただ、今回の動画の内容を通じて、そもそも何を意識して仕事をすればいいのかわからない。部下に対してどういう心構えで接したらいいのかわからないという方に対して少しでもお役に立てれば幸いです。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。